今回は外部電源ケーブルの太さと種類についての話です。確認するポイントは2つ。ケーブルの太さ、ケーブルの種類。これらが適切かどうかです。1つ目、ケーブルの太さは適切か。キャンピングカーに付属しているケーブルですが、電化製品を使用する際に不安定だと感じた場合は、ケーブルの太さが適切ではない可能性が考えられます。特に、外部電源ケーブルが長かったり、電子レンジのような消費電力が大きい家電を使用する場合は、適切な太さであるか、確認が必要になります。太さが足りない場合、許容範囲外の電圧効果が発生し、家電の挙動が不安定になり、故障の原因にもなりますので、適切な太さのケーブルに変更する必要があります。適切な太さのケーブルの計算ですが、15A コンセントで電圧効果を 2V 以下に抑えたい場合、ケーブルの長さに 0.267 をかけた値よりも太いケーブルを使用すると良いです。計算式の説明は動画の最後にします。ケーブルの太さですが、ケーブルをよく見てみると、スケアという動体面積が記載されています。このケーブルは 2.0 スケアと記載されていますので、5メートルのケーブルの場合は 5×0.267 イコール 1.335 となり、計算値よりも太いので適していますが、10メートルのケーブルの場合、10×0.267 イコール 2.67 となり、計算値よりも細いので適しておらず、一つ上のサイズの 3.5 スケアのケーブルを使用します。動体面積が大きいほど、電圧効果が起こりませんので、より電圧効果を起こしたくない方は、さらに太いケーブルを使用すると良いです。ただし、コンセントよりも手前の設備が貧弱な場合は、外部電源ケーブルを太くしても改善されません。出先のキャンプ場で著しい電圧効果が発生した場合、消費電力が大きい家電を使用する際は、外部電源を使用するのではなく、インバーター電源を使用すると良いでしょう。2つ目、ケーブルの種類は適切か。ケーブルの種類は、大きく分けるとビニル系とゴム系に分かれ、それぞれに細かい種類、グレードがありますので、用途によって適切な種類を選びます。キャンピングカーを使用する上では、車載用はビニル系、常設用はゴム系が適していると考えています。このキャンピングカーでは、車載用のケーブルとして、ビニル系の VCTF という種類を使用しています。柔軟性があるため束ねやすく、外径が小さいため収納もコンパクトですので、キャンプ場での一時利用を目的として、車載しておくケーブルとしては適切だと考えています。ただし、直射日光が当たる屋外に常設する場合は、このケーブルは適していませんので、常設場所では、クロロプレンゴムの 2PNCT という種類を使用しています。VCTF と比べ、太くて重く、硬いため、車載として考えるとデメリットになるのですが、屋外利用であれば、これらのデメリットも、設置の安定性を高めるメリットにもなります。PNCT は、断面積あたりの許容電流も大きいため、屋内配線でも、大電流を流す配線に使用すると良いです。ケーブルには、用途に応じて多くの種類がありますので、使用環境に合わせた種類を選ぶと良いです。以上が確認ポイントになります。適切な外部電源ケーブルを使用することで、安全で快適な運用ができます。注意点として、今回の説明の前提においては、外部電源ケーブルの計算を目的としており、キャンピングカー付属のケーブルが 15A コンセント用のケーブルであれば、許容電流はクリアしているはずとし、計算の対象は電圧効果のみに絞ってあります。バッテリーとインバーターをつなぐケーブルの場合は、電圧効果だけでなく、安全面として、許容電流がとても重要になってきますので、別途お話しできればと考えております。最後に電圧効果の計算式についてお話しします。電圧効果の計算は、用途に応じて異なり、詳しくは少々複雑な計算になるのですが、キャンピングカー用途においては、内線規定における単層二線式の簡易計算で十分だと考えていますので、こちらの計算式を使用しています。求めたいのは断面積ですので、この式を断面積を求める式に変更するとこうなります。一般的なコンセントは 15A が限度ですので、流す電流の値を15とします。電圧効果は
望む値により変わりますし、コンセントよりも手前の設備設計がわからないため、外部電源ケーブルでの電圧効果の値として、2V 以下に抑えることを想定し、値を2とします。流す電流と電圧効果の値が定まったため、約分して計算するとこのような式になり、計算式としては、ケーブル長に 0.267 をかければ、断面積が求められるようになります。この計算式は、あくまでも 15A の電流において、2V の電圧効果の範囲に収める場合のものですので、必要に応じて値を変更して計算すると良いです。スプレッドシートや Excel などの表計算を使う場合、このような計算式を作っておくと、各値を変更し、求めたい値を出せるようになりますので、今後のケーブル選定の際に簡単に計算でき便利です。ご視聴ありがとうございました。